長めのマカロニを使ってますね。食べやすいんで、あとはもう具材ソースに絡みやすいっていうことと、しっかりやんないとコシがあるソースができないです。やっぱグラタンのこの醍醐味ですね、このとろみ感。皆さんこんにちは。たいめいけん3代目茂木宏です。続いてのメニューは、我が鶏の、グラタンを、皆様にご紹介したいと思います。これはね、必見です。プロのテクニックなんで、グラタンが一クラス上のレストランの味に変わりますんで、ぜひ、作ってみてください。材料はね、今日は、鶏のグラタンなんでね、基本的に鶏のもも肉を今日は使います。ももの方がね、脂が乗って美味しいんで、もも肉使うんですけれども、さっぱり食べたい方、やっぱりカロリーを気にしている方は、胸肉使ったりささみ使ったりしても結構ですけれども、普段は、もも肉を基本的に使った方がやっぱり鶏のうまみが出て美味しいと思います。ですから今日はもも肉を使います。あとはもうマッシュルームですね。マッシュルーム、香り付けにマッシュルームと、あとはチーズですね。これとろみ用の中に入れるチーズです。ソースの中に入れるチーズですね。あとはもうパルミジャーノ、これ上からかけるチーズ。あとはもうバターだけで作っていきます。うちは有塩のバターを使ってます。バターですね。あとはもう具材はね、もう鶏ともう玉ねぎだけです。とあとマッシュルーム、あと玉ねぎはスライスしてあります。みじん切りでも結構ですけども、うちはあえてスライス。マカロニがね、長いんで、やっぱり長めのマカロニ使うんで、それに合った、切り方としてはスライスの方をあえて、切り方としてスライス使ってますの切り方にしてます。あとはもうソースは基本的に小麦粉を使いますんで、小麦粉が苦手な方もいらっしゃいますけれども、基本的にホワイトソースは小麦粉で作っていきます。米粉とかいろんなのありますけども、小麦粉が一番とろみのしっかりしたソースになるんで、小麦粉を普段使ってます。そしてあと、ローリエ、皆さんローレルとか、いろいろ言い方ありますけれども、ローリエで、小麦粉の臭みを取ったりしていますね。あと一番、特徴的にうちはサフランを使ってます。お値段はね結構張るんですけれども、サフランを入れて一段と小麦粉の臭みを取ってます。ですからうちのホワイトソースは黄色いです。黄色いホワイトソースを普段お出ししてます。あとは牛乳ですけれども、それぞれの調理過程の中で工程の中でグラタンは基本的に調理が簡単ですけれども、その中で一つ一つアイディアがポイントがあるんで、ぜひ覚えていただくとまたレストランの味に近づけるんで、ぜひ覚えてください。うちはねロングマカロニ、こういう長いマカロニをね使ってます。これをこう折って3等分に折って長めのマカロニを使ってます。なぜ長めにしてるかっていうと、フォークで食べるときにやっぱ長いとね絡みやすいんですよ。取りやすい、食べやすいんで。じゃあこれは茹でていきます。入れました。お塩入れて、では早速ね、調理していきたいと思います。小鍋にこの牛乳をまず入れます。これ一手間ですね。そしてそこにね、本来具材に使う玉ねぎをここに少しだけちょっと入れます。そしてここにローリエを入れます。そして牛乳の臭みをここでなくしていきます。で
冷たいものを入れるとダマになりやすいんですよ。牛乳を加熱しているものに対して冷たいものを液体入れると、小麦粉を使っているとダマになりやすいんで、あったかいものとあったかいものだと混ざりやすいです。ですからこれを一回加熱します。沸騰しない程度に温めていきます。そうすると牛乳の臭み、これ玉ねぎとローリエが入ってるんで、牛乳のねちょっと嫌な臭みがなくなります。大変ですけど、こう一玉かけてレストランの味に近づけていきましょう。そしてサフランですけども、サフランはねちょっと色出ししたいです。ですからちょっとねいろいろ色出しの仕方があります。でもうちはね少しお水をちょっと、これだともう本当にもう小さじ1/2程度、ちょっと2つ目が入ってます。ちょっと2つちょっとですね、本当にちょっと程度、ちょっと色出し程度なんで、ちょっとね少し置いときましょう。こういう色出し程度にちょっと、そうすると黄色い色が出てきます。でそれでは早速調理をしていきたいと思います。まずねバターですね。バターを入れていきます。バターです。バターで作ります。オリーブオイルじゃないです。バターで作んないと美味しさが出ないです。でバターなんで焦げないように炒めていきたいと思います。バターを中火ですね。中火で中火ですね。中火で溶かして、で鶏肉から炒めていきますね。鶏のもも肉入れます。これもねソテーじゃないんでね、グリエとかソテーじゃないんで、焼き色はつけなくて大丈夫です。これは焼き色をつけなくて大丈夫です。で下味もねそんなにつけなくて大丈夫ですね。塩分がね強すぎちゃいますんでね、最後に味します。このぐらい細かく切ってますんでね、下味は大丈夫です。でこう炒めるときはね、やっぱこう五徳の目をこう転がすようにね、お鍋を転がすようにこう炒めるとね、全体的にこう火が入ります。こうヘラだけを動かしてるとね、もうちょっと焦げるところがあるんでね、やっぱこう五徳ごとこうお鍋ごとこうちょっと炒めるとね、炒めやすいですね。こうそしたら玉ねぎ入れます。で玉ねぎもこう炒めていきます。その時も五徳をちょっと揺らして、お鍋を揺らしながらこう混ぜていきます。で玉ねぎはねしんなりするまでちょっと炒めていきます。この時も中火ですね。バターで炒めないとやっぱり美味しくないんですよね。でもだんだんこう炒まってきました。そしたらマッシュルームですね。これスライスしたマッシュルーム、しいたけでもいいんですけども、やっぱり洋風なんでね、マッシュルームの方が香りもいいですし、今日はブラウンの、ね、マッシュルーム使ってますけども、はい、これ後で入れる理由はね、先に入れちゃいますとね形がね、マッシュルームってすぐ割れちゃいますからね、生でも食べられるんでね、軽く和える程度で、はい、もうこのような、もうこの状態です。あとはねここにねちょっと白ワインをね振ったりするとまた一段と香りが出るんですよ。なければないでね料理酒でいいんですけどね、日本酒よりねやっぱ白ワインの香り、赤ワイン入れちゃダメですよ。ホワイトソースなんで赤ワイン入れちゃうと赤くなっちゃいますからね、こう白ワインをねちょっと振るとね香りがね増して、また一段とレストランの味に近づきます。ここがね味噌ですね。そしてここに小麦粉、これはね小麦粉はね入れ方があります。これ今入ってますけども、こ
3回ぐらいに分けてこういっぺんに入れるとダマダマになっちゃいます。こう絡めながらこう絡めながらね、こう絡めながら炒めていきます。これ小麦粉を炒めるというイメージですよ。こうね、こう直接ね素材に振りかけてください。そうするとねダマダマにならないんですよ。でこれで少し炒める。これ小麦粉を炒めることによってまた粉っぽさがなくなるんですよ。だからお子様がこれでお母さん粉っぽいよっていうのは多分これでなくなると思います。ちょっとこれで炒めていきます。小麦粉を炒めるっていう行為が今をしてます。今弱火ですね。これはね弱火じゃないとね小麦粉なんですぐ焦げちゃってしまいます。小麦粉を焦がしてっていうか焼くっていうことでデミグラスソースっていう茶色いソースになったりしますからね。これはホワイトソースなんで白いソースなんで色付けをしちゃダメですね。ですから火はなるべく弱めにしましょう。そしてそこに先ほどのちょっと見てください。色が出てますね。本当はもっと色出るんですけどもこれを入れます。サフラン入れます。パエリアの香りになりました。でまたこのサフラン入れることによってまた粉の臭みがなくなります。そして今火弱火にしてます。そしたらここに先ほどの沸かした牛乳ですね、玉ねぎとこれをこしながらこれちょっと少しずつ入れていきます。これいっぺんに入れたらゆるいソースになってしまいます。これ少しずつ入れていきます。これはサフランの香りがすごい出てますね。これしっかり最初が肝心です。最初にねしっかり混ぜるとね粘りがね出ますね。最初に混ぜることが肝心です。少しずつ入れていきます。これいっぺんに入れると絡まなくなってゆるいソースになってしまいます。粘りが何もないソースになってしまうんでゆっくり、この時も火は弱めにしてます。ほら牛乳と小麦粉のこのソースがしっかりときれいに混ざっていきます。見てください、このとろみ。これ牛乳で大丈夫です。生クリームはね、最後に少し入れてもいいですけど、牛乳でできますんでね。生クリームのこのコクをまたパルメザンチーズとかで補ってもらえれば粘って、ほら見てください、この粘りがもうしっかりもう粘りが出てきます。ここをねしっかりやんないとコシがあるソースができないです。そしてラスト入れます。これはねもったいないですけどね、これは使わないです。もうこの玉ねぎさんはここで味はしっかり出してもらったんで、そしてねこれでもね完成でいいんですけども、やっぱりソースをねグラタンって持ち上げた時にやっぱりチーズがまたジューってなんていうんですか、糸が引くような感じが欲しければとろけるチーズをね直接中に入れちゃいます。入れちゃいますね。溶かしちゃいます、この中で。そうすると糸が引くような感じのホワイトソースになります。これはねお好みで大丈夫です。もうチーズもねいろんなチーズの種類ありますんでね、お好きなチーズ、お好みのチーズ使ってね。今マリボチーズというチーズを入れました。
もう臭みがなくてシンプルなチーズですね。料理にあんまり邪魔しない、ソース邪魔しないチーズを使ってます。でもう先ほどマカロニで茹だったものをアルデンテで茹でたものを一回ちょっと、これはねオリーブオイルでちょっとくっつかないようにしてあります。バターでもいいんですけど、ちょっとオリーブオイルで、はい、くっつかないようにしてあります。それを絡めます。見てください、これロングマカロニだとこう絡むんですよ。これ見てください、これがもう定番の王道の鶏のグラタン、若鶏のグラタンですね。でそこにもう塩ですね。塩とこれブラックペッパーじゃダメですよ。ホワイトペッパーで、やっぱりチーズが入ってますからね、塩味が効いてますんでちょっと控えめに、あと上からパルメザンチーズかけるんでちょっと味は控えめにして、これでグラタン皿に入れてオーブンで300度で、業務用だと300度なんですけど、家庭だと220度で5、6分焼いていただければ、完成ですね。じゃあこれでグラタン皿入れていきたいと思います。はい。やっぱグラタンのこの醍醐味ですね。このとろみ感、私たちの食文化、とろみに弱いですよね。じゃあのせます。グラタン皿に。じゃあいきます。じゃあきれいにのせます。これはね本当に魚介類でもね、うちはカニとかエビとか単品でありますけども、その時のね、注意点はやっぱり魚介ミックス臭みがあるんでね、一回洗った方がいいですね。洗って臭みを取ってから一回ちょっと火入れてワインでちょっと蒸したりとか、蒸したっていうか火を入れた方が美味しくなりますね。でこのような感じで盛り付けて、あとはもうチーズをやっぱりチーズをかけて、はい、これで、ご家庭だと220度ぐらいのオーブンで、5、6分入れていただければいいと思います。うちはねもう300度のオーブンでもう3分ぐらいでいきます。じゃあオーブン入れます。はい、いやーできましたね。おいしそう。はい、出来上がりました。完成です。美味しそう。さあいきます。これはねもうレストランの味です。これ絶対お子様も喜びますんで、ぜひ作ってみてください。